さて、今回のテーマは皆さんおなじみのブルーベリーです。スーパーフードの代表格ですけど、その本当の実力気になりませんか？今日はその真実にぐっと迫っていきたいと思います。そう、ブルーベリーといえば目にいいとか体にいいとかいろんないい話を聞きますよね。それこそ第二次世界大戦中のパイロットが嫁が聞くように食べたなんて伝説まであるくらいです。でもその一方で最近だと軟粒農薬が多いダーティーダズン、つまり汚れた12品目なんていうリストに名前が挙がってたりもするんですよ。これ一体どっちが本当なんでしょうか？ではまず、弁護側、つまりブルーベリーの良い点から見ていきましょうか。特に科学的な証拠がしっかりしている心臓と脳への効果についてですね、ここから見ていきましょう。ここで研究者たちが知りたかったのはすごくシンプルなことなんです。心臓病のリスクが高い、いわゆるメタボリックシンドロームの人たちにブルーベリーを食べてもらったら、本当に体にしかもちゃんと測れるレベルで良い変化が起きるのかってことだったんですね。それでこの研究で分かった効果が出る量っていうのがこれなんです。150g。だいたい1カップくらいですね。この量がポイントだったわけです。プラス 1.45%。この数字何だと思います？これ血管のしなやかさ、つまり健康状態を示すすごく大事な指標がこれだけ改善したってことなんです。血流依存性血管拡張反応っていうちょっと難しい名前なんですけど、要は血管がどれだけスムーズに広がって血流をよくできるかっていう力のことですね。この数字の改善は医学的に見てもかなり意味のある結果なんですよ。しかも効果はそれだけじゃなかったんです。動脈の硬さも改善されたし、いわゆる善玉の HDL コレステロールも増えた。しかもその質まで良くなったっていうんですからすごいですよね。ただここでめちゃくちゃ大事なポイントがあります。量を半分、つまり 70g に減らしちゃうと、こういうはっきりした効果は見られなかったっていうことなんです。さあ、心臓の話はこれくらいにして、次は脳です。実はブルーベリーの効果は脳にも及ぶことが分かってきてるんです。特に年を重ねるにつれて気になる認知機能、これを守るのに役立つかもしれないという研究があるんですよ。具体的にどんな変化があったかというと、例えば言葉がスッと出てきやすくなったり、記憶違いが減ったり、あと自分でもあれなんだっけって思うことが少なくなったなんていう報告もあったんですね。で、これがどうしてかっていうと、ブルーベリーがインスリンの働きを良くしてくれることと関係があるみたいなんです。インスリンって実は脳の健康にもすごく大事な役割を果たしてるんですよ。さてお待たせしました。ブルーベリーといえばやっぱりこれですよね。本当に目にいいのか、視力は良くなるのか、この一番有名な話の真相に迫っていきましょう。ここではっきりさせておきたい大事なことがあります。第二次世界大戦のパイロットの話、すごく夢があっていいんですけど、残念ながら眼科のお医者さんたちはブルーベリーで近視が治るようなそういう医学的な証拠はありませんときっぱり言ってるんですね。じゃあ全く効果がないのかっていうとそうでもないんです。ブルーベリーが助けてくれるのはロドプシンっていう物質の再合成なんです。このロドプシンは目を使えば使うほど減っていくんですけど、ブルーベリーに含まれる成分がこれをもう一回作るのをスピードアップしてくれる。だから視力が 0.1 から 1.0 になるとかじゃなくて、目の疲れとかしょぼしょぼする感じを和らげてくれるっていうのが本当のところなんですね。さて、ここまで良い話をしてきましたが、ここからは検察側のターンです。つまりブルーベリーに潜む見過ごせないリスクについてしっかりと見ていきたいと思います。これかなり衝撃的な話なんですけど、2025年版のダーティーダズン、つまり残留農薬が多い野菜や果物のリストにブルーベリーがまた入ってしまったんです。これは私たち消費者にとってかなりはっきりとした警告ですよね。つまりオーガニックじゃない普通のブルーベリーにはいろいろな種類の農薬が残っている可能性が高いですよということです。そしてこのグラフを見るとその問題がもっとはっきりわかります。見てください。ボスカリドっていう殺菌剤、なんと検査したサンプルの 46%、ほぼ半分から検出されたんです。しかもこのボスカリド、アメリカの環境保護庁 EPA が発がん性の可能性があるかもしれないと分類している物質なんですよ。ちょっと気になりますよね。問題はそれだけじゃないんです。他にもネオニコチノイド系とか有機リン系とか、そういった種類の農薬も見つかっています。
これらは神経に影響を与える可能性があって、ミツバチが大量にいなくなっている問題との関連も指摘されてますし、特に子どもの脳の発達への影響を心配する声もある農薬なんです。農薬だけがリスクじゃないんです。実はブルーベリーそのものがある特定の人たちにとってはお腹の不調の原因になることがあるんです。それは過敏性腸症候群 IBS みたいにお腹がデリケートな人たちの話ですね。ただ、これには良いニュースもあります。研究が進んでガイドラインが変わったんです。以前はお腹が弱い人は 40g くらいまでが安全って言われてたんですけど、新しいガイドラインではその3倍の 125g まで大丈夫ということになりました。これは朗報ですよね。ただもちろん、だからといって一度にものすごい量を食べ過ぎちゃうと、やっぱりお腹がゴロゴロする可能性は残るので、そこは注意が必要ですね。はい、ということで弁護側の主張と検察側の主張両方を見てきました。じゃあこれらを踏まえた上で判決です。私たちはどうすればブルーベリーの素晴らしい効果だけを安全に受け取ることができるんでしょうか。その具体的な方法を見ていきましょう。実は研究で表面についてる農薬を落とすのに一番効果的な方法が分かってるんです。それはただ水でジャブジャブ洗うだけじゃなくて、重曹を溶かした水にしばらくつけておくこと。この一手間がすごく大事なんですね。じゃあお店でどれを選べばいいのかっていう話ですけど、まず生はもちろん美味しいですけど日持ちしないし、ちょっとお値段もしますよね。でドライブルーベリーは手軽ですけど砂糖が凝縮されててカロリーも高いのでちょっと注意が必要です。そこで一番のおすすめが実は冷凍なんです。栄養価も高いまま閉じ込められてるし、値段も手頃。すごくバランスがいい選択肢だと思います。ということで、最後にこの問いを皆さんに投げかけたいと思います。リスクをちゃんと理解して、それをしっかり管理する。つまり、ちゃんと洗って食べる量に気をつける。そうすれば、ブルーベリーはその汚名を返上して、私たちの体にとって真のスーパーフードになり得るんじゃないでしょうか。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。